なんで今日かなさん一人なんですか？もともとうん、今日は15時に京都駅で3人でお茶を予定だったんですけど、そうですね。今ベニちゃんは岡山にいます。どっから岡山行ったのっけ？兵庫県から岡山に来ました兵庫県から京都に向かうはずやったんですけど、はい新幹線に乗る時間のはずの時間に、うんなぜか彼女はまだホテルにいて急いで行きますって言ってなんか知らんけど反対側乗って今岡山県にいます。というわけでちょっと時間が17時に京都駅に着いてくれるみたいなので、それまでに私たちは晩ご飯の買い出しと今からお酒の買い出しに行こうと思います。イエーイ。今日のファッションのポイントは？今日のファッションのポイントは別に何もない。ブないね。ーツをちょっとライブの時に履きたいんですけど、はブーツをスーツケースに詰めるい。とうん。パンパンになるからそうだね。なるべく履いてきたいっていうだけで別に着たくもない服着てきました以上。ありがとうございましじゃた。はい、おはようございます。蜷川べりです。っていうか全然おはようございますの時間じゃないです。夕方で17時40分岡山に上陸してしまいました。普通にホームの真逆の方に乗って、普通にしばらく乗ってるやん、でどうやら様子がおかしくて名前確認しんかったん？のぞみとかで同じのぞみなんちゃら号みたいな。そうのぞみなんちゃら号の、だからその号までは確認して時間一緒やって乗って、あ、時間一緒だったんだ。そう乗ってるとどうやらなんかな天気良くて山が綺麗やなと思ってて、岡山は晴れの国やからな。ますます山向かってへんと思って、それでちょっと山見てるうちに、いやこれはちょっといよいよなんか京都方面じゃない気がしてきたと思って見たら、あれ次岡山ってなってるなと思ってあ、やべえで、今回はかなちゃんが取ってくれたお宿で一泊してはい。っていう感じですか。一泊して、明日はアロマ作りに行って、次の日がライブですね。ほらいっぱい魚いるよ。魚じゃない、ほら何やっけ、鳥や。鳥。白鷺多ない？言ってるやん、だからめっちゃいるやん。いやいや大量ちゃう、なんか言ってるやん、だから繁殖飛び出すとこ見たら幸運になれるからみんな見てて。飛び出す細かいやほんまに。いやほんで思ったより暑い。暑いね。このまま秋やなーって思っていろいろ洋服変えたタイミングでめっちゃ暑なってきて。わかる。京都で着たかった服全部着れへんなったもんいいな、そんななんかいろいろ着ようって思ってるなんかそのモチベ、インスタモチベやな。仕事やけど私何のモチベもないわ、そんな。ここは京都の鴨川やけど、多分皆さんが知ってる方の鴨川はここじゃない。ずっと川ってつながってるから。棚みたいなところがあるやつ。棚？あ、川床？そうでもこれも鴨川です。なんかすごいいいよ。いい、なんかしっくりきてる完璧完璧やん。めっちゃ見て、完璧やったわ結構思ったより完璧やった。思ったよりさ髪型とかもちゃんとなんかはいということで、かなちゃんが手配してくれた町屋をリノベーションしたエアビーはいです言えたじゃあちょっとベニタン到着したのでルームツアーしていこうかなと思います。行こう。とりあえずベッドルーム行ってみたいと思いますが、すごいな、これ一軒家そのままもうリノベして、もうこの一軒家丸々借りれるってことですか？そう広っ。すごい広っ。こっちでベニちゃんと一緒に寝ます、私は。ベッドルーム、すごい広い。ここでかなちゃんと寝ます。てかさ、外もなんかちょっとすごい京都感出てる。ほんまや、虫も鳴いてますわ。ほんでそっちが白の虫のお部屋。いいやん、めっちゃ広いとこで一人で寝てもダブルベッドやん。ダブルベッドで、あそこちなみにデスクになってる。仕事できるで。めっちゃいいやん。仕事スペース。なんかあなたの好きそうな、なんか好きそうやろ。なんか小部屋みたいになってる穴蔵になってる。こっちもあるかな、外。こっちはあれやねんって、今工事中やねんけど、任天堂かなんかの跡地、任天堂の本社のあ、はいがあ、そうなんや。でも暗いし見えへん。そこは君らすごいパイプをお持ちでシャワールーム。ここはシャワールーム。下にね、ヒノキ風呂があるから。ここ吹き抜けになってるんだ。ここトイレ。もうなんかあ
吸えるやんこれ。そうやね。スモ？スマホしてゆっくり。スマホ来る時はスマホして。だって一軒家やし。吹き抜け来て。どこ吹き抜け？あ、ここか。あ、ここや。あ、ここ？はい。土台。じゃあ行くわ。首が台所があるちゃんと。IH クッキングヒーター。あ、広い。お風呂がヒノキ風呂ちゃんとした。はい、どうですね。ヒノキ風呂がある。本当だ、いい匂いする。今日はここでキラキラします。キラキラします。めっちゃ深いから時間かかりそう。で、今。なう。これはここ、どちらかってるのは、今からここで撮るんやけど、京都っぽいものを買ってきました。じゃーん。丹波鶏のやつたちと、なんかお惣菜。これはどこで買った？京都駅？伊勢丹。うん。そっか。じゃあそんな感じで素晴らしい惣菜をみんなはい、す買っといてくれる。ごい美味しそうな。コンビニ飯ばっかりなんだって、ベニちゃん今。もうコンビニと。カットカット。オッケー、よかった。長川べりです。めっちゃ響く。ほんまや。すごいね。めっちゃ声響くでね。も隣とか人いるから、大きい声出して。なんて隣人いるから、隣人いはんの。家やから。あでも結構京都ってね壁薄い。そう隣の家、苦情来るから。じゃあ気をつけて飲んでいきたいと思います。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。今日はお二人ともお疲れ様で。いやわざわざベンちゃんねはるばる京都まで長旅されてね。長旅っていうかもうなんやろね。だから何回も言うけど今日岡山行ってたから。うん。よかった、岡山から帰ってきてくれて。どこと思って。お疲れ様。乾杯。京都ナイトです。はい。お腹空いたわ。私たちは安平のレモン丼堂です。バリバリ。うん、おいしい。セロリ。うん。かなセロリとか大嫌いそうやのにな。彼が嫌いなのは、もう入ってるだけでダメ。匂い。多分これもう出汁が出ちゃってる。どけても無理。無理。あ、なんかちゃんとしてるわ。うん。まあね、今ほらこういうご時世やったのでね、ちょっとうんホテルでコンビニで買ってうん。こもり飯みたいな。うん。でもね、私別にスーツケース1個でいろいろ転々とする生活は別に嫌いではないんですよ。一人旅とか全然するし似合ってるよ、そういうの。でしかもホテル生活って別にベッドメイキングしてくれるから血が貸し放題っていうなんか開放はい感で戻ってきたらちゃんと片付いてる、うん。ホテル生活は好きです。うん。ホテル暮らしとか憧れるもんな。やりたい。うん。洗濯とかもさ、全部やってくれるやん。ホテルからホテルのサブスクがいいんじゃないですか。うん。ホテルのサブスクな、うん。いいやると思う。やってみようか。1ヶ月ホテルのサブスク生活1ヶ月やりたいな。着いた頃はキレ散らかしてたけどほんまやね。なんかちょっと元気になってきたな、みんなとかよかったわ。よかった。タクシーのおっちゃんと喧嘩しそうになりながらあれはベンちゃん悪くないからたまにそういう人いるからそれ注意しとかなあかんと思ってなんか現金しか使えへんかったんやってでそれはあるんですよ世の中でうちらもそうやってんな来る時のタクシー使えへんかってんクレカはいけたんか、でもそのおっちゃんはごめんなさいねみたいな使えなくて申し訳ないっていう感じで来たのねでもベイちゃんのタクシーの運転手さんはいや現金しか無理やからみたいなクレジットカードダメダメみたいな、ね、ちゃんとホテルで両替してきてみたいなってなってやばいでしょほんまにタクシー会社の名前さらしてろかね、2人ともさ宿の前でカメラ持ってさ待ち受けてたけどさ、もう私が鬼の形相で降りてだからなこれ、私ほら2人と喋る時以外標準語で話してるじゃないですか、なんか多分道説明する時も標準語で話しててだから多分よそから来た人があって、もうなんかね3人目とか言われてあなた3人目3人目よもうって言ってもう現金ない人3人目とか言われて、そういう人がねいるから京都の風当たり強くなるからほんまにやめてほしいほんまにやめていやそういう人がいるから京都の人のさ一部の人だけなんよでもその瞬間私もああまあそうなんですけどねとかって普通に関西弁になってこっちの人なんやけどねみたいな私もみたいなしかもなんならいいとこのお嬢ですよオタクみたいな人がいるからもうなんかちょっとほんまやでなんか上から目線のそんなことをやってるからでって言いそうになったり気をつけてこうそういうの京都いいとこやねんから、どう広島焼き食べた美味しい広島焼きって言ったら広島人敵に回すから広島風お好み焼き言ってたな、なんか今日は移動運があんまりなかったな。今がね一番忙しいターンなんですよベニちゃん4公演連チャンにやって中2日空いて前乗りする人は明日前乗りとかそのままね
でまた2公演連チャンで続いて、まあ、結構な体力消費です。なあ、かなちゃんもわけのわからん仕事ばっかりもられてな今日もう大笑いしてたけどねかなちゃんはねGoogle で調べても出てこない仕事してますいや想像力の全てをなんか発揮しないと、なんかっていうぐらいなんかな。でも自分のやっぱ語彙力があってよかったなと思う自分にいろんな引き出しがあって人の仕事であんなに爆笑したの初めて。口達者やからなんだよな、やっぱいろいろやっぱりそのかなちゃんのセンスがまださ、でもここでこうやって話してるからさ、笑いのネタみたいになるけどさ、自分の部屋でそれ受け取った時の気持ちはちょっとなんか想像絶するわ。絶するやろ、そんな中ほんのあなたも長電話のどうちょっと気持ちさせてくれたまあそれでも出るやんって出なあんたどうすんの？じゃあうちが出へんかったの？なんかそっと静かに死んでいくんじゃん、やろ、部屋の隅で。久しぶり久しぶりやなみんな何してたみんな。でも久しぶりな気しいひんねんな、毎日編集してるからかな。そうだね。私の顔毎日見てるもん。毎日見てる。一人でできるもんシリーズが、狙った通りもう大好評でほんまににんまりとする毎日でございます。団長がな、リングライトと自撮り棒を URL を送ってきて、そういうのが見たいでしょ皆さん知ってるんですよ何してたん白熊しを。あとお金の話してたずっと。ちょっと契約してきました。契約？はい。何契約って。最低ちゃう？なんで？もう時間ないしもう決まったんや。大丈夫とかって言ってたの。ちょっとカメラ止めていやほんまに詰めるからちょっとほんま何このアホみたいな時間諸事情によりちょっと内輪喧嘩が始まりましてもうほぼほぼ食べ終わってなんかもう嫌やね、ちょっとせっかくこんなロケーションで、なんか同じ話を永遠としくるってるうちになんでこんなことでなんか言い合いになってるっていうか、なんか自分も意味わからんくなってきたし一生同じ話してるし一生噛み合わへん、一生噛み合わへんこの二人ほんまに。一生しょうがないっていうかもう次しょうがないって言ったらほんまにもうでも結構データなんて言われてからもさ死ぬほどしょうがないって言ってたもしかして取れ高あったんかも。いやめちゃくちゃあったけど人様にはもうなんかお見せできない。人様にお見せできないですね。かなちゃんが一番意味わからないなんでそんなに私がそこを詰めてるのかわからないかってなんか地雷って結構あってどうしても踏んだらあかんとこがあるんですよ。白熊氏が平気な顔して歩いてってしまったからバーンなってアホな顔して普通に歩いてきたからアホみたいな顔して歩いてかなは意味わからんって言ってるけど私の中ではほんまに信じられない。怒ってるポイントはわかるけどでも冷静にほんまに意味わからへんなとは思いながらここにいました。それしてる間に今日のご飯は終わりました。可愛いケーキだけ写したいなと思って。タレ使います？お皿ないんや。なんでそんなよ。いやもうなんか今もさこのドアにさゴミ捨てようと思ってふいっとかやってそこのドアにボって当たって。なんでそんなさ激鱗に触れるようなことするの？怒らせたいの？わざとじゃない。ほんましょうもないことで話膨らませんといても。でももう分かったやろ。もう次からほんまにでも気をつけよう。なんか次からでもなんとなく分かったやろ。なんか私の言ってるなんかその難しい。でも分かったやろ。かなは多分分かってる。いや分かるで分かるで。かなちゃんに相談するっていうから。かなちゃんに相談してもでもそれ私が解決するわけじゃないからさ。むずいじゃん。でさこれ視聴者さん一生何聞かされてるのよほんまに。これ見てハロウィンベンちゃんモンブラン好きやから買ってきた。なんかかわいいやろ。嬉しいありがとう。これがサムネじゃなかったっじゃあこれサムネにしようかな。これも食べるんやったら、この件はもう私が疲れ狂ってるにつきもういいや、もうまんまと白熊氏は私に何も話さずに決めてきたことにより勝者やねん。勝者じゃん。勝者ではないでしょ、こんなに。勝者でもでも結果勝者や。結果勝者って何？目的は果たした。もう白熊氏はまんまと私のことを出し抜いて今後の YouTube 活動にもね必ずプラスになると思うんで。だからもうプラスにしていくしかないんやで。今回の失敗に関してはこれをプラスに変えてったら。失敗なの？めっちゃくちゃ美味しい。いいとこのやつや。お上品な栗の味がします。
完全にこれいいとこの味やわ。そんなんで機嫌取れると思ったらお前もうそれはそれは結果的には勝者かもしれんけど、だから勝者じゃない、そういうことじゃないからそれはすごい結結果的には勝者なんやねんで勝者やねんどこ使ったらいいか分からへんもん。多分今なんかちょっとお風呂入った方がいいんかもね。うん変なもんいっぱいついてんねん。だからタクシーのおじさんの愚痴となんか知らんけど揉めてたっていう情報ぐらい。全ての始まりは体験16マジどうっていう何してたんってなんか案件決めてきたのかなと思って、もうろくでもないものを決めてきた。いやろくでもなくないよ。これをだからもう盛り返すには、ほんまに今まで以上のいい仕事をして、ベイちゃんを納得させるしかない。アホな顔してなんか柵またいで入ってきたからびっくりしてんの。なんでそんな怒ってるのかなと思って。なんじゃな。でも怒ってるっていうのは分かった方がいいで、この子のポイントは押さえとかな、まだ事故起こるから。なんか相性なのもうなんか分からんけど、よくそんな10年来のお付き合いできてるなって思う。無理やな、こんなんやのに。でもね、カナやったら絶対それやらんのよ、地雷みたいなところ余計で歩くもん。危ないよそんな。危ないって自覚あるやろ。難しいけど頑張る。なんなんそれ。難しいけど頑張る。難しい。勝手にさ iPhone がさメモリーとか作って流してた。分かる分かる。どんな感じ？なんかさ、かなちゃん私ん家に1週間ぐらい滞在してた時やったやんか。あれは2016年。2016年か。私が引っ越したてで家にカーテンとか何もなかったから1週間ぐらい私ん家にいたよな。ベニちゃん家にいた。あの時のなんかほぼほぼ私の記憶でかなが夜中に撮ってる動画、絶対載せられへんやつ。あれは公開できるやつ。ベニちゃんアロマどんな匂いが好きですか？イランが好き。あ、いらんいらん。ラベンダーイラン、ローズマリー系も好きかな。明日アロマをね作りに行くんですよ、オリジナルの。ちょっと今交感神経がベニちゃんそうやねんな。アドレナリンがすごいことになってる。なんかだから副交感神経を優位にさせるためにも、いい香りを作っていかないといけません。あとやっぱライブ中もね、なんか覚醒してるから爆音の中でライブやった後、布団入ってもなかなかギンギンで。でもなんか京都帰ってくると気が高ぶってしまう。なんか私鴨川見たらいろんな思い出が蘇ってきて結構寂しい気持ちになる。でも京都帰ってくるとマジで寂しい気持ちになる。やっぱり高んだ時期のなんかちょっと分かる、引き戻される。振り幅大きい時に。そうそれか、なんでこんな京都にまで来てわけわからんほんまにわけわからん戦争始まってるな。なんかねずっとやってるんですよ、ぶりっこしてカメラの後ろで。なのでぶりっこしたらなんかちょっと自分の状況良くなるとか思ってじゃあぶりっこしてないって。してはいるよな。でもさっきもさでもさなんとかじゃんって言ってたやん。それは何って思ったよ。いやそれは下手にこう出てこう話を聞いてもらおう。いや下手にはなってない。聞いてほしいんやったらマジで逆にイラつかしてるだけやから普通に喋った方がいいと思う。普通に喋っててもだって通じないからさ。きっとあれやな、なんかおいそんな調子で言ってるから。もうめっちゃめんどくさい編集。なんぼほどピーつけなあかんの。てか怒らしたのはあんたやけど。なんて違うよ。でももし仮にだよかなちゃんがベニさんに事前に相談してたらそっかってなったけど、俺が事前に相談したら無理なし。いやそれは説得だからって、だからその強行突破やんのって、だからもう同じくだり始まるだけやねん。これまだやる。アロマの話。汚いかな。さっき何こぼしたっけ？さっきは分からん。さっきは違う。これ多分チョコレートモンブランと思う。モンブランやな。もう終わろう。終わろう。今日はじゃあ最後のやつお願いします。一回お風呂入ってリフレッシュして、ちょっと塩買ってきますよ。そう、アロマの見学行ってちょっとやりたいと思います。で、あさってはね、あさっていい？あさってがライブなんでね、張り切っていこうと思ってそれの裏側もます。やるかな、撮れたらいいな。撮れたらいいね。じゃあそんな感じでなんかわけわからん京都ナイトでしたけど。ほんまによくないよね、ほんまに。はい、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。おやすみ。おやすみ。一人で鍵かけてお菓子この部屋に持って。そうで。
ひもじくなって食べ物がなくなってそうでどうしようもなくなったからカナがうんこじ開けた。鍵一人だけで閉めて、なんで鍵かけた？鍵かけて寝てやがりますわ。爆睡してさ、ドンドンドンってやってもほんまもう起きひんねん。男って起きひんねん。起きひんねんな、やっぱね。とんでもない元気で。で白熊市の部屋からひもじい紅ちゃんのために私は食料を調達してきましたこれだすからごいよな、カナマジで。うん生命力っていうか、やっぱ野生の戦い方ってやっぱすごいな。あるあるあ、めっちゃ嬉しい。ピスタチオクッキー。よかった。ちょっと2人ともすっぴんなんで顔映せないですけど今からした。お菓子パーティーしようと思います。私はファンティー着てます。じゃあ皆さんおやすみなさい。休み。